皆さんこんにちは。葵のジャパニーズポッドキャストへようこそ。このチャンネルは日本語学習している方へ日本語で日本の文化やありのままの日常の様子をお届けする場所です。皆さん元気にお過ごしでしょうか？前回のエピソードで日本の嫌なことについてのエピソードの中で、私は日本には四季があって、夏と冬の天気にはすごく大きな差があって、天気が変わるのが好きではないって話をしました。その中で日本人は How are you? の代わりに天気の話をするのが好きだって話をしました。まだそのエピソードを聞いていない方がいたら、ぜひ聞いてください。今回はそのことについて少し話を深掘りしていこうと思います。それから仕事でのシチュエーションや初めて会った人とのコミュニケーションの取り方なども話していこうと思います。日本人が人と会うとどんな挨拶から始めて本題に入るのか、他の文化とは違うと思います。もし聞いている皆さんの中に面白いエピソードがあればコメントで残してください。日本人が会話を始めるときよく使うのが天気の話です。例えば、最近すごく寒くなりましたよねとか、今日は暑いですねみたいなことを言って会話のきっかけにするんですよ。英語だと How are you? って聞くのが普通ですよね。日本語でも最近どうですかっていう言い方は一応あるんですけど、日常的には天気の話から始めて自然に会話が始まることが多いんですよ。日本語で最近どうですかって言うと、どちらかというと久しぶりに会った人に言うフレーズって感じです。毎日会う人に最近どうとか元気とか聞くと、最近会ったばっかりだから別に自分そんなに変わってないよって思われると思います。なんかこれといってはっきりした理由を言葉にすることが難しいんですけど、毎日会うたびに元気とか最近どうって聞くのって日本人からしたら不自然です。英語で How are you? って言うのも正直そんなに気持ちを込めて聞いてないですよね。もし本気で毎回聞いている人がいたらすいませんって感じなんですけど、How are you? って言うのも
相手の様子を伺いつつも、会話をスタートさせるためのフレーズって感じがします。日本人は相手の様子を直接聞くというよりは、雰囲気からなんとなく感じ取る人が多いと思います。ああ、この人寝不足そうだなとか、いつもと変わりない雰囲気だなとか、もし日本人が調子どうか聞かれても、自分の気持ちや状況を表現するような文化でもない気がします。なので、日本人は How are you? の代わりに天気の話をします。これって日本人からしたら当たり前すぎて意識していないんですけど、外国の方には少し不思議に見えるみたいです。実は私のアメリカ人の夫に最近すごい寒いとか、今日は特別暑いとか普通に言ってたんですね。そしたら天気のことはコントロールできないのに、なんでそんなに文句を言うのって言われたことがあります。夫には文句に聞こえたみたいなんですよね。でも私の中では文句のつもりは全くなくて、ただのコミュニケーションの一部として言っていたんですよね。夫に言われて初めて、確かに文句みたいに聞こえるかもって気づきました。でも、日本人にとっての天気の話って、こんにちはみたいなもので、そこに不満とかは全然ないんですよ。ただの会話の取っかかりというか、場を和ませるための一言みたいな感じです。次に、職場での挨拶の話をしようと思います。私が人生で初めて働いた経験をしたのが、18歳の時にセブンイレブンでのアルバイトでした。午後2時に出勤をしたら、先輩におはようございますって言われたんです。最初は、もう2時だけど、もしかして忙しすぎて時計見てる時間がなかったのかなって思いました。でも、これが日本の職場では普通で、その日初めてシフトに入ったタイミングでおはようございますって言うんですよ。もし夜勤で夜8時に出勤だったとしても、おはようございますって挨拶をします。時間帯に関係なく出勤した時におはようございますが使われます。外国の方からすると Good morning が午後に使われるのは不思議に感じると思うんですけど、
日本では仕事の始まりを表す言葉として定着しています。なので仕事に着いたらまずおはようございますと挨拶をします。それから同僚の人とコミュニケーションを取り始めるって感じですね。それから初めて会う人との関わり方についてもお話ししたいと思います。結構日本人と初めて話す人は距離感に悩む方がいるんじゃないでしょうか。日本人の私ですら初対面の人とのコミュニケーションに戸惑うことがあります。日本では初対面の人にいきなり距離を詰めすぎるとちょっと惹かれてしまうことがあります。惹くっていうのは、うわ、この人変な人だな、距離を取ろうって思うことです。あまり慣れ慣れしくすると、日本人は引く人が多いです。慣れ慣れしいっていうのは、親しくもないのに、最初から友達みたいに接しすぎることで、日本ではあまりいい印象を持たれないことが多いです。私はどちらかというと、最初からフレンドリーに心を開いて話せるタイプなんですけど、相手に慣れ慣れしいと思われたら嫌なので、最初は相手の様子を見ながら少しずつ距離を縮めていくようにしています。相手がフレンドリーだったら私もフレンドリーに接するし、シャイな人だったらあまり相手のスペースに踏み込まないようにします。相手の様子を見ながらだんだんと打ち解けられるようにコミュニケーションを取ります。あと、名前の呼び方についても違いがあって、仕事で初めて会った人には、田中さん、鈴木さんみたいに名字で呼ぶのが基本です。名字とはラストネームのことです。仲良くなってくると、下の名前で呼んでいいよってなることもあるんですけど、最初は名字から入るのが一般的なマナーかなと思います。日本語で下の名前と言ったら first name のことです。逆に上の名前は last name のことです。シチュエーションによって自分の下の名前を名乗るか、上の名前を名乗るか見極めた方が無難です。初心者の人に自己紹介するときは場によっても違うんですけど、仕事だったら上の名前で名乗った方がいいです。仕事の場で自分の下の名前を使うのは本当に仲良くなった人だけですね。
基本的には上の名前を使います。学校や友人とのつながりなどで新しく友達になった人には下の名前で名乗ります。でも学校の先生には上の名前で名乗ります。なので仕事の人や先生などには上の名前で、仲のいい人には下の名前で名乗れば自然かなと思います。それから日本でははじめましての人から年齢を聞かれるのも自然なことです。日本の文化では年齢によって敬語を使うかどうか決めるので、名前と年齢を一緒に自己紹介することもすごく自然なことです。明らかに年上か年下かわかる場合には聞かないことも多いし、逆に聞くと失礼に当たることもあります。だいたい同世代だなと思う人には年齢を聞くことは自然なことです。まだお互いの年齢がわからない状況であれば、お互いに敬語を使うことも多いです。今日は日本人との話の始め方について話をしました。皆さんの国では人との会話をどうやって始めますか？日本と似ているところ、または全然違うところがあれば、ぜひコメントで教えてください。今日も聞いてくださってありがとうございました。ではまた。